私人間椅子でギターボーカルやってます輪島真司と言います。今日はよろしくお願いします。はい、どうも輪島です。変身してきました。私は今リバーブ.com の東京オフィスにいます。これから私のペダルボードをご紹介したいと思います。じゃあまずはこのペダルボードの信号の流れ、これを紹介したいと思います。僕は基本的に、このギブソン SG とマーシャルの自分使ってるのは1987なんですけど、今ちょっと違いますけど、それの組み合わせでやってて、でアンプ直の音が一番いいと思ってるので、基本はアンプ直にできるだけ近づけるということをテーマに、ボードを組んでおりまして、でまず最初この頭に最初につないでるのはボスの PSM5 という、元はパワーサプライとかで売られてたやつで、ループできるんですよね。でこれを全体のループとして使っております。ルーパーいろいろ各社から出てますけれども、もういっぱいいろいろ買えまして、ハイエンドなものがなかった時代だったっていうこともあるんですけど、いろいろ何台も試した中でやっぱこれが一番ね、音漏れがないんですよね。音漏れが全くなくて、普通のバッファー、オペアンプのバッファーを通してるだけのルーパーなので、ループさせるやつなのでとてもいいと思いまして、これをずっと愛用してます。でこれをまず先頭にして全体のループをさせる。つまり今これ、緑点灯してますけど、これはアンプ直という状態、バッファーが1個入ってるだけでアンプに行くという状態で、これをこうやってすると全体のループになります。でループしてどういうふうに順番がいくかと言いますと、結構ポイントとなるのはワウワウなんですけど、すぐワウをいけるようにやってるんですよね。でワウを、頭に持ってくる人、あるいは歪み物の後ろに持ってくる人いろいろありますけど、僕は歪み物の後ろにワウを入れるのが好きです。従いまして一番最初にこのファズ、トーンマシーンという書いてますけれど、これフォックスのトーンマシーンですね。あれのクローンです。いわば自分で作ったフォックスのトーンマシーン、これ先頭アッパーオクターブファズですね。アッパーオクターブファズを先頭にして、次は出ました、EQD のスピーカークアンカー、これブースターとして使ってますね。ソロとかのね結局歪みをソロの時増やしたいということで、いろいろ皆さんチューブスクリーマーとかいろいろそういうのを使いますけれども、あるいは普通の、FET のバッファ原因上げるやつ使いますけれども、いろいろ試した中でこれ最近すごくいいなと思って、FET 一石のいわゆる原因上げるやつってローもハイもそのままグッと上がっちゃうんだよね。で意外にファットになって使いづらくて、その時でこれいい感じで低域がちょっと削れる感じで出て綺麗な音がするんで、原音とほとんど変わらないんで非常にいいと思ってこれ使ってます。こうきまして、で次は、自作の、オーバードライブです。輪島シーン、友達のチョコレートエレクトロニクスという、自作エフェクターを作ってるブティックメーカーですね、人がいまして、その方と一緒に共同で作ったオーバードライブ、基本的にはチューブスクリーマーの回路です。でそれにもうちょっとミッドに色気が欲しかったので、ワウのハンド目の音をチューブスクリーマーに合体させたかったんですよ。いわゆるパラメトリック EQ でそれをやるっていう方法もありますけど、ワウのハンド目の僕ミッドの感じが好きなので、従いましてチューブスクリーマーと、ワウのインダクターがそのまま入ってます。これでフリケンシーを変えれるように、でワウのブレンド具合をこのミックスというところで変えれるようにしてる。1年ぐらいかかりましたかね、ここまで来るのに。すごいこれはお気に入りです。とても色気のある艶のあるいいオーバードライブかかります。これを入れまして、本当は次にワウに行きたいんですけれども、スペースの都合上
現状はボスのビブラートが入ってます。これは非常にボスの技シリーズのビブラートですね。普通のビブラートよりもすごいえぐくかかります。技モードみたいなのが入ってて、とてもえぐくかかるお気に入りのビブラート。これを通ってワウワウジェンのクライベイビーに行きます。はい、ファズとかかけてワウかけるとね、非常にえぐくワウがかかるんで、それが好きなので、歪み物の後にワウを入れて、このジェンのクライベイビーは特別そんなにいじってません。電源周りの容量抜けしたコンデンサー交換してるぐらいです。でトゥルーバイパスのスイッチにして LED をつけるように、LED つけました。一言言っておきますと、よくありがちだと思うんですけど、 LED って正面につけたくなるじゃないですか。でうっかり正面にこの LED つけましたら全然見えないっていう、ここからね、だからここにバックミラーがついてます。皆さんワウを改造して LED をつける場合はぜひ側面につけた方がいいと思います。そしてワウから、次空間系に行きます。いろいろ空間系、この手のボードのいいところは変えれるんですよね。フランジャー入れたり、コーラス入れたりいろいろできます。で僕現在の状態は、次に来る空間系はユニバイブ入れてます。これは自分で作ったユニバイブです。本物のユニバイブはすげえでかいし、しかもものすごい高いんですよね。でも効果が欲しくてコピー品も引きましたけど、今のテクノロジーでユニバイブ作るとすごい音綺麗なんだよね。で多分ユニバイブの重要なところっていうのは電球がふわんふわんって光るファジーな感じだと思うんだけど、それを多分フォトカプラーとか辺の反応がいいやつでやっちゃうから、今は音綺麗すぎるんですよね。なので自分でこれもちゃんと電球入ってます。電球入りのユニバイブを作りまして、これはなかなかいなたいいい音がするので愛用しております。そして次に、フェイザーです。これはエレクトロハーモニックスのスモールストーンのクローンです。フェイザーもいろいろ MXR のとかいろいろありますけれども、エレハモのフェイザーがやっぱ注意筋のかかりが強烈ですごいいいなと思ってスモールストーンのコピーです。でオリジナルの方は多分ねカラースイッチっていうのがついてて、いきなり音色変えれる感じになってると思うんだけど、これはつまみでその可変できるようにしました、カラーを。そういう、モディファイしてあります。そして次に来るのがですね、これは自分のオリジナルのエフェクターといいますか、私マーシャルフルにしてギターを弾いてるわけですけれども、そうするとクリーントーンを出したい時ありますよ、曲の中で。今一瞬音出していいですか。っていう激しい音とクリーントーン、これを切り替える場合ボリュームでやらざるを得ないんですよ、マーシャル直なんで。だけど曲の展開の中で一気にクリーントーンにやっぱり行かなきゃいけない時があって、でそういう時ボリュームだと追いつかないので、いわゆるボリュームを一気に下げるスイッチを作りまして、これでクリーントーンを出せるようにしました。でただなんていうんですか、こういう筐体の中にポットボリュームを入れただけだと当然ながら肺落ちするんですよね。手元の肺落ちよりもさらに激しくなるんですよ、なぜかここにただボリューム1個置くと。で非常に音が悪いので、それだと。なのでこれはボリュームの前後に一応バッファーを入れてます。これで肺落ちを防いでるというなかなかの一品でございます。これですごくいいと思うんですよ、アンプ直でやってる人は。でもこういうエフェクターって意外に売ってないんで、これ自分で作りました。でクリーントーンを出すプリセットボリュームの次に最後にディレイです。マクソンのやつがいつも愛用してたんですけど、最近のお気に入りはボスの技シリーズのアナログディレイです。これは技シリーズのディレイはアナログディレイなのにかなりロングディレイできるんですよね。900ミリだったか1200ミリだったか、通常のアナログディレイだといけないところまでこれロングディレイいけるんでいいなと思って入れてます。そしてフィードバックがしやすい、
アナログディレイのポイントの一つにやっぱりフィードバックある発信ですね。ピーっていう発信させたいなっていうのがあって、マックソンのはね音が上品でちょっと発信しづらいんで、ボスはもう一気にフィードバックするんで、これを入れて、で最後にミュートスイッチに入ります。これでつまりチューニングするとき、あるいはギターを持ち替えるとき、このミュートスイッチを踏んでミュートスイッチを踏んでループ状態にすると音が出なくなるんで、シールドの抜き差し、そしてこの TC エレクトロニックのチューナーするときこれでいつもやってます。だからチューナーはミュートスイッチのこの並列でこういく感じになってて、このミュートからここにボスの PSM5 に帰ってきていくというエフェクターの信号の流れでございます。はい。ここを見てもらいますと、自作エフェクターがかなり入ってます。でちょっと前はねほぼ全部自作エフェクターでこう入れてました。最近は自作は限界があるなと思っていろいろメーカー品も入れるようになってきてますけれども、でなぜ自作を作るようになったか、自作するようになったかっていうと、いろいろエフェクターを使いたかったんですよ。出発点はファズかな。デビューして数年経ったくらいにレコーディングですごいファズ使いたくて、アッパーオクターブファズ、ジャパニーズファズ的なやつを使いたかったんだよね、スーパーファズみたいな。でその頃ちょうどこういうストンプ型のボックスが不遇時代だったんですよ、90年代。ラックがそろそろ終わろうかなっていうことで、ほぼみんなねラックエフェクター使ってて、コンパクトはもうちょっと時代遅れで、しかもその中でもファズなんかダサいっていうか誰も使ってないっていう時代がねあったんですよ、昔かつて、20年ぐらい前かな。でその頃ファズ使いたいんだけど楽器が行っても売ってないし、で稀にあってもねものすごい高いんですよね。買う人いないせいもあってかなんか高くて、でそういうことがあって、じゃあ自分で作ろうかっていうことが一つですね。そしてあとその頃自分らのバンドもそれほど売れておりませんで、ぶっちゃけお金がなかったんです。僕は貧乏でした。もうアルバイトで生活してた時代だったので、エフェクターもおいそれと買えなかったんですよね。でもなんか使いたいエフェクターがある、どうしたらいいんだろうって、作ったら自分ラジオとか作ったこともあったし、エフェクターも中学生の頃から時々作ってたんで、だいたい2,3,000円あれば1個作れるっていうのは分かってたので、買うより10分の1ぐらいで作れる手に入るっていうことで、そこがまず出発ですね。で当時自作エフェクターブームっていうのはまだ来てなくて、言えば今みんな自作するようになりました。これを第二次自作エフェクターブームとするならば、それは多分2000年代以降ですよ。2010年ぐらいからそうなんじゃないかな。でその前に第一次自作ブームっていうのがあって、それは多分1970年代後半80年代ぐらいが多分第一次自作ブームで、その頃いくつか本出てたんですよ。完全に著作権無視の回路がガンガン載ってた時代があって、それはもうそれを図書館に行って見つけ出してね、国会図書館も行ったし関東近県の図書館も回って たまにあるんですよ。でそれをコピーして回路を手に入れて自作しましたね。ほんでそのうちインターネット上にどんどん回路図が上がるようになって、第二次自作エフェクターブームがね来るわけですけども、出発はそこですね。貧乏です。やっぱりそれって大事ですよ。手に入らないから自分で何とかするしかないっていうところから自作の道が開けるんじゃないでしょうか。で、自作をいろいろする中でやっぱエフェクターっていうのがすごい面白くなるわけですよ。本当にね
ハマってましたね。今僕ごく一部しか持ってきてないですけど、本当にいっぱい作りましたよ。おかげさまで自作エフェクターの本もね出すことができましたし、自作っていいなと思って、回路が分かるわけよね大体。で音を出せばどういう感じでこれは音作ってるなっていうのが大体もう推測できるんですよ、中見なくても。もうでそんなことしてたら、やっぱりいろんな雑誌、楽器関係の雑誌の方からエフェクターの思想しませんかっていう話が来るようになって、前よりいろいろ市民製品を弾くことができる機会が多くなりまして、そうすると今おかげさまでオズフェスト以降なんとか音楽で生活できるようになったので、すごい昔より新作エフェクター買ってます。だからものすごい買うようになってまあその中で使うのはごく一部だったりするんですけどね、やっぱりね。やっぱ最初いいと思っても意外にこうステージで使うと使いづらかったりするとかっていうのあるんですよ、やっぱり既製品だから。こう自分でこう直したりもするわけですけど、だからむしろ昔より新製品のチェックは怠らないようになりましたかね、ありがたいことに。はい。でまあ新品のペダルをこう手に入れたとして、ここをこうしたいというのはやっぱりこうものによってはこう出てくるんですよね。でデジタルはもうアンタッチャブルです。これは触れないです。それやっちゃうと多分壊れますから、デジタルは触らないんだけど、アナログ系でも最近はもうねだいぶコンパクト化が進んで、いわゆるこう普通の4分の1ワットの抵抗とか使ってないですよね。チップ抵抗とかチップ型のコンデンサーとか、オペアンプものすごいこれ米粒じゃないのみたいなオペアンプなので、結構そのモディファイしづらくなってるんだけど、だからでもブティックメーカーのやつは割とでかい部品使ってるんで結構いじれますけど、あるいはヴィンテージのエフェクターを入手していじるのは全然 OK ですけど、最新のはなかなかいじりづらいですけど、歪み系ぐらいだったら頑張ればなんとか、例えばポットの値を変えて歪みをさらにこう増やすとかね、抵抗値変えるとこうポットも抵抗値変えると歪み具合変わるんで、その辺ならできるんで。でこういう言ってみればエフェクターは完全にアナログですよ。多分こういうフェーザーとかにしろユニバイブにしろ、オーバードリブにしろ、もうほぼなんでしょうね、20世紀後半のものでしか組んでないです。現代のテクノロジーほぼ入ってないんですけど、つまり我々のサウンドスタイルっていうのはですね、やっぱオールドロックを基本としてますね。で、自分が青春時代だったいわゆる1970年代のブリティッシュハードロックとかで、それ以降だんだんもう音楽ヘビーメタルになっていくんですけど、そういうハードロックと若干のヘビーメタル感でもやっぱり70年代の音楽が一番好きで、ブリティッシュ系、アメリカの音楽もいいですけど、それを基本にしてでそれをそのまま演奏するんではやはりね海外の方には僕かなわないと思ってるんですよ。それはオズフェストにしろ海外の方と同じステージを踏んで分かったんですけど、全くね出てくる音違います。びっくりするぐらい違うんですよ。だから海外のいわゆる白人の肉体の方と同じ風に弾こうと思っても同じ音出ないんで、そこにだから日本人なりのアイデンティティを入れて、日本人がロックをやるとこうなりますよっていうことをやろうとしてるバンドです。だから歌詞もあえて日本語で昔からやってます。まずじゃあこのエフェクター自分たちの音楽の中でどういう使い方をしてるかっていうのを言いますと、頭からいきますと、このアッパーオクターブフォックスのトーンマシンのクローン、アッパーオクターブってね和音が出ないんですよ。単音しか使えなくて、だから効果的なイントロとか曲中の、ソロでギリギリ使える、ソロでもあんまり使わないかな、イントロ的な部分でアッパーオクターブファズは使ったりします。例えば「宇宙からの色」っていう曲あるんですけど、あれはアッパーオクターブファズでイントロを弾いてます。
レコーディングでは別なアッパーオクターブファーズ使ってるんですけど、ライブでは結構これを使ってたり、あと黒百合日記という曲あるんですけど、今リアであえて GG の音でアッパーオクターブファーズ使いました。でも本当はアッパーオクターブファーズの美味しい使い方はフロントピックアップにしてトーンを絞ると綺麗にアッパーのオクターブの音が出る。それをやってるのが黒百合日記という曲の後半部分でそれ使ってるんですけど、これやってみますと。なんつうの、うわーっていうオクターブの音出るんですごい好きなんですよね。やっぱオクターブファズ官能的っていうか狂気を感じるね。本当好きだわ。自分で弾いてていいわ。やっぱりアッパーオクターブファズいいね。はい、こういう使い方します。はい。ギブソンタイプのハンバッキングのギターとマーシャルの組み合わせ方についてですけど、やっぱなぜマーシャルかっていうとですね、やっぱ抜けが良くて、しかも今やハイゲインアンプいっぱい出てまして、僕も使わせてもらったことありますけど、ハイゲインアンプになると刻みがいいんだよ。バッキングがいいんだけど、ソロになるとねぐっと抜けが悪く僕は感じて、どんしゃりすぎたりもする場合特にそうなりますけど、でマーシャルは非常に中域の出方がいいっていうか、みんなマーシャルはドンシャリって言うけどそうでもないんですよ。中域の出方が非常に美しい音色がなんかバイオリンとかチェロみたいな、そういうすごい美しい音すると思うんですよ。いわゆるブラウンサウンドっていうやつかな。古いマーシャルは特にそういう音がするんですけど、でそれを出すためにどういうセッティングするかっていうことなんですけど、基本的にやっぱマーシャルはフルでやっぱ鳴らすもんだと思います。いろいろクリーントーン出す場合でもそうですけど、それは後ほど言いますわ。基本的にフルでやって一番その性能を発揮できるアンプかなと思いますんで、回路がねそういう回路なんですよ。やっぱパワー出してあげないとダメで、アンプのセッティングですけど、自分はボリュームは例えば4インプットの古いタイプのマーシャルあるとします。自分はチャンネル1のハイゲインの方の1の1に入れるっていうか、そこに入れてよくリンクする人います。でも僕はリンクしません。リンクするとね、チャンネル2の方に行くとよりファットにはなるんですけど、多分シングルコイルのギターはそれありなんですよ。でもハンバッキングのギターでリンクするとなんか逆にブーミーになりすぎるんで、自分は1個のチャンネル1だけに入れます。そしてボリューム10にして、もしかしたら自分のセッティングは特殊かもしれません。つまみの位置をまず言いますと、トレブル10でミドルが6とか76から8の間ぐらい、6ぐらいかな。でベースが4ぐらい、場合によっちゃ3だったり、5までいかないですねベース、3とか4ぐらいベースにして、でプレゼンスが半分の勝ちなんで、7ぐらいですかね。そのぐらいのセッティングしてます。なんでかと言いますと、最初はとりあえずマーシャルだから全部フルでいいだろうと思ってやってたんだけど、そうするとねブーミーになりすぎるんですね。ダブつくっていうか、フロントピックアップでバッキングした時ブワーってなりすぎるんで、ローを削る方向にしました。でなぜトレブル下げないかっていうと、もともとマーシャルのアンプっていうのがすげえハイ通すアンプなんですよね。なんか470ピコだっけ、4700ピコだっけ、とにかくハイで入れて、ハイを鳴らすアンプなんで、その方がいい音すると思うし、あとスティービー・レイ・ボーンが好きなんですよね。あの人のソロの音がすごい良くて、ああいうソロを弾きたいんだけど、自分はこういうギブソンのギターじゃん、同じ音出ないんだけど、ソロのアタックの音をきれいに出したくてトレブルは10にして、プレゼンスも結構上げ気味で、プレゼンスはね絞らない方がいいと思います。プレゼンスで多分そのアタック感とか歪み増えるんですよ、プレゼンス上げていくと。だから
どのギター使った場合でもマーシャルどんなトーンをいじってもプレゼンスはあんまり下げない方がねいい音すると思いますよ。ほんでハイがうるさかったらハイ下げればいいっていう感じでやってます。でシングルコイルを僕のアンプのセッティングで鳴らすと聞けたもんじゃなくなるんで今言ったセッティングはハンバッティングならではです。であとレスポールもねハイ出るからちょっとハイ下げた方がいいかもしれないね。 SG ってねちょっとねいわゆる音が遅れてくるんですよ。そこが好きなんだけど。であとハイもちょっと足りないギターなんです。だからそういうセッティングっていう SG ならではのセッティングですかね。でそういうセッティングにしてこう弾くわけですけど、ソロでもうちょっとこうなんていうんですか、音伸びたのが気持ちいい場合もあります。でもですね大前提として多分一番音がいいのはアンプ直の音がソロも一番音いいんですよ。それは分かってるの分かってるんだけど、ちょっとライブとかレコーディングでもそうですね、原因が上がったようにいわゆる飽和感出した方がソロっぽく聞こえたりするので、やっぱり時々オーバードライブ、かけるんですけれど。で、自分の作ったこの輪島シーンの、モデル名を弥勒とそうですしたんですよね。未来にやってくるオーバードライブっていう名付けまして弥勒というオーバードライブなんですけど、これをちょっとじゃあどういう音かというのを出してみますか。YouTube に上がってて結構再生回数の多い「無常のスキャット」という曲があるんですけど、中間部がこう。今ノーマルの音こういう音ですね。でこれでソロの時にこれを踏んでます、あの曲レコーディングでも。ちょっとこうマイケル・シェンカーかなみたいな音がする。今ちょっとね EQ ちょっとこもらせ、もうちょっと上げてるかな、レコーディングはこんな音がします。この私自慢のオーバードライブ、このミックスミックスをちょっと上げるとね相当は強いですからやってみましょうか。この辺だとこもってる感じなのかな。でというようにミックスを絞ると普通のチューブスクリーマーになるという、これは非常に使い勝手がいいですね。
いわゆる似たタイプの、オーバードライブといいますかブーストアップするようなものが2個入ってますけれども、これをどういうふうに使い分けるかですけども、やっぱり自分としてはこっちのいわゆる自作の魅力、このワジマシンのオーバードライブの方はワウ中域に癖を持たせた感じのソロで使いたくて、絞っては使わないですね。必ずワウの音を入れて使ってます。でもそれだけだとねくどいんですよね。全曲この音、ソロがこの音だとやっぱりさすがにくどいので、そうじゃなくていわゆるノーマルの SG の音がそのまま何かこういわゆる飽和感を出した状態みたいな時にしたい時にこの EQD の、スピーカークエーカーを使っております。発音がなかなか難しいです。クエーカーを使ってます。本当ね全然音変わらず、しかも綺麗な感じでいくんだよね。こう単純にフレーズをいいところはピッキングハーモニクスもやっぱりすごい出しやすくなるんで、これでも普通でも出るけどね。いいですね。やっぱこうハーモニクスがねいい感じで出るからバッティングにもいけますよ。今ここにあるのは私の普段ステージで使ってるあるいはボードのわてですけれども、一応ごく一部ですけれどもレコーディング等で使ってる僕のコレクション自作エフェクター売り物もありますけどエフェクター持ってきました。見た目ね自作だから全部同じに見えますけど違うのはマクソンのねディレイ入ってますけれども、大体間違わないようにちゃんとこう書いてます。このオーバードライブって書いてるのはちょっとマイナーですけどパールのオーバードライブのクローンです。パールのオーバードライブねパラメトリック EQ ついててすげえ使いやすいんだけどなんか評価されてないんですよ。でそれを俺はすごくいいと思いまして、このパラメトリック EQ のオーバードライブのアイデアが後に自分のこのワウのインダクター入れたオーバードライブにつながるんですけど、まずだからその前にこれ作ってねこれいいなと思ってレコーディングでよく使ってました。パールのオーバードライブで、その隣にあるのはビッグマフって書いてますけれども、その名の通りエレハモのビッグマフをですねすごい好きなんですよ。なんで、今ここには入ってないけどレコーディングでもしょっちゅう使いまして、でライブで使うために頑張ってこの小さい筐体の中に入れるということにチャレンジしてなんとか入ったというビッグマフです。そしてこれを作って分かりました。歪み系、特にビッグマフみたいなすごい莫大にトランジスターで原因稼ぐタイプは箱の大きさがとても重要。箱なりにするんですよ歪み物って特に。ですんでビッグマフなんであんな箱でかいかっていうとあれじゃないとあの音しないのよね。この箱に入れたら結局音がタイトになって抜けはいいんだけど、ビッグマフ独特のなんかこううわーっとこう広がっていく感じっつうのが一説には抜けが悪いとも言われる音にならないんですよね。そういう勉強になりましたこれを作って。そして、MXR のアッパーオクターブファズと下のオクターブ音が出るファズ、これ気に入って時々使います。ファズフェイス一応顔型に作ってみました。ファズフェイスが重要なのはトランジスターの選定ですね。あれでしょっぼいファズフェイスになったりものすごいジューシーなファズフェイスになったりいろいろするんですけど、これは日本製のUSB 系の、トランジスタ使ってトランジスタこのぐらい買いましたよ思い出しましたけど、いろんな古いトランジスタ売ってると日本全国の俺電気屋さんとか回ったね。で厳選してトランジスタで組んだファズフェイスなので音ちゃんとしてますこれ。で横にあるのはワウのインダクターだけのワウのハンドメイドできる、これもあんまり売ってそうで売ってないね、エフェクターですけど、これはなぜかねトロピカルフィッシュとかいいコンデンサーなぜか使いましたね。ボックスいわゆるヴィンテージのボックスのいいとされてる部品をぶち込みましたよこれ。それなのに足でこうやれないっていうエフェクタークライベイビー、これはチューブスクリーマーのちょっとこうブーストアップスイッチをつけたやつ。こうざっと説明します。トレモロ
昔ながらの、これは多分カラーサウンドのトレモロをクローンしたやつです。そしてこの箱がでかいやつは、VCF ボルテージコントロールドフィルターオートワウです。ミュートロンみたいな音がします。で VCF オートワウです。いわゆるでも普通のオートワウだけだとちょっとつまらないので、これはですね音源にオシレーターという発信機を入れてまして、つまりオートワウっていうのはピッキングのアタックを電圧に変換して、それで周波数帯域を変えるっていう回路なんですけど、音源をギターの音じゃなく発信音にして、その周波数帯域をギターのピッキングでの強弱で変えるっていうやつなので、そのテルミンの音が出るんですよ。テルミンのような音がするんです、ざっくり言いますと。これよくテルミンが買えなかったのでテルミンが欲しくてでも買えないので、これで代用してて相当10年ぐらいこれ使ってましたね。テルミンっぽい音出すっていうことで、そういう思い出のでも今でもオートワウとしてこれレコーディングで使います。で隣のやつはこれだとでかいんでテルミンだけ出せるようにしたのが隣の UFO トロンって書いてるやつですけど、全然使ってませんこれが。はい、そして隣にあるのがショッカーと書いてるのが、これはファズです。しかも世界に誇るジャパニーズヴィンテージファズですね。スーパーファズとか有名ですけど、僕がこれ元にしたのは A ストーンの FM2 というファズです。アッパーオクタブファズで、あれはいわゆるこういう三角化ノッチフィルターが入ってて、いわゆるドンシャリの品のない音がするわけですけれども、そのノッチフィルターいいんだけどちょっと使いづらいんで、ミドルコントロールをつけまして、その辺を使い勝手を良くしたありそうでないジャパニーズヴィンテージファズです。はい、したら、はい、ちょっとそれちゃちゃっとつなげて、じゃあショッカー聞いてみましょうって感じでやってもらっていいですか。そうですね。いいですか。どれつなげればいいですかね。入ってた。じゃあショッカーの音聞いてみます。はい、はい、まずポイントはポイントを言うけど、ショッカーってこういうマークがあるじゃないですか。世界征服を企んだショッカーのこれちゃんとマークの中にLED が光るようになってるって、ここでまずテンションが上がります。俺はショッカーの一員だみたいな気持ちになるわけですね。なんか心に悪が芽生えてくるんですけど、そうすると音がもう悪ですね。当然ながらこういうオクターブファズなので和音はなりません。それでもいいんです。でこれミドルがねちょっと上げれるんで、ミドル上げるとかなりブーミーかな。あんまり変わりませんね原因の低いアンプでやるとその辺の違いが分かりますけれども、いわゆるこうやると多分一番ノッチフィルターかかってんじゃないかな。音量下げると分かりやすいですね。サイケな気持ちに浸れるというファズでございます。一通り自分のエフェクターボードエフェクター説明してきましたけれども、これをご覧の方々皆さんお気づきかと思いますけれども、なぜかここに電池がいっぱいあります。なぜこの電池を使うかと言いますとですね、エフェクターを大音量でアンプで鳴らす人はみんなね悩んでると思いますけれども、
電源ノイズが乗るんですよね、エフェクター。特にこういっぱい使った場合、コンセントから AC を変換して DC にした場合、どうしても特に昔ながらのトランス使ったアダプターだとノイズ乗ります。今はスイッチング電源っていうのがあってトランス使ってないですけど、スイッチング電源はね、あれはあれでちょっとなんか音変わるんですよね。で自分はやっぱりそういうあんま音を変えたくなくて、でマーシャルでフルで鳴らしてて、そのハムノイズにすごい悩まされて、いろいろアダプター作ったりしました。レギュレーターをいいやつ使って作ったりしましたけど、どうしても取れないんで、もうこれはもう綺麗な直流でやるしかないと思いまして、電池を使うことにしました。最初のうちはフランク・マリノみたいにね、電池を1個ずつ出してやってたんですけど、もうね大変なんですよね。それ交換するのが面倒くさいんで、もう単3を直列にして、これ1個9ボルト9ボルト9ボルト12ボルトっていうふうにしてますけれど、単3だとだいぶね、単3でも電流取り出せます。本当は単1が一番いいんだけど、そうするともうボードの半分ぐらいになっちゃうね、単1それやると。単3でなんとか。9ボルトってこれちっちゃい電池ですよね。あの中にちっちゃい 1.5 ボルト電池が6個入ってるんですよ。だから 006P って6ピースなんですよ。だからそれよりでかいでしょ1個で、こっちの方が全然電流出せるんですよね。エフェクター多分 4,5 個なら全然並列でこれでいけて、3ステージぐらいは余裕で持ちます。で今は単3電池そんなに高くありませんから、僕交換して、でこれでそれぞれ並列にして鳴らしてるという感じですかね。でこういうチューナーとかは意外に電池食うんで、やっぱこう1個だけだと不安なので、9ボルト2つこう入れて、電源のスイッチをつけてまして、本番の時にこれを含むというふうにしております。ユニバイブっていうのはオリジナルの回路で作ったので24ボルト駆動なんですよね。9ボルトとか15ボルトじゃなくて24ボルトです。で24ボルトの電源をどうやって取り出すかって言いますと、ここ今12ボルト電池入ってるんですけど、これを昇圧回路、今はねいい部品ありますよ。すごい綺麗なノイズがあんまり乗らない昇圧回路があって、それを自分でここ作ってこの中に入れて24ボルト出してユニバイブ鳴らしてるという、そういう感じでございまして、でもねいいです。皆さんに電池をおすすめします。本当にノイズ乗りませんので、やりすぎましたわ。やりすぎた。